皆さん、こんにちは。ユーダイモニア研究所です。本日は、ウェルビーイング、人間の幸福についてお話しさせていただきます。皆さんは、ウェルビーイング、幸福という言葉を聞くとどんなことを想像されますか？美味しいものを食べる。家族と過ごす時間。仕事の研究開発。趣味の動画作り。などなど、人それぞれいろんな幸福があるかと思います。ウェルビーイングを学術的に分類すると、3つの幸福に分けることができます。1つ目はヘドニア。2つ目はフロー。3つ目はユーダイモニアです。ヘドニアとは、ギリシャ語で喜びという意味で、人間の肉体を持って味わうことができる幸福を意味し、つまり美味しいものを食べて感動したり、欲しいものやサービスを購入して感じる幸福というように、主にお金で得られる一時的な快楽、幸せであるとも言えます。次に、フローとは、何かに没頭している呆我状態の幸福を表し、大きく受動フローと能動フローの2つに分けられます。まず、1つ目の受動フローとは、例えば大迫力の映画をドキドキワクワクしながら鑑賞している時や、コンサートホールで音楽鑑賞をしている時にその世界観に引き込まれ呆我状態になるような外部からの受動的な刺激に対して反応する強い没頭状態の幸福感です。それに対して能動フローとは、例えば仕事で研究プロジェクトに没頭したり、趣味で絵などの創作活動に集中したり、小説やブログの執筆などにのめり込んでいる時など、時間が経つのも忘れ何か創造的な活動や自分の大切な仕事など、能動的な活動に対して呆我状態で取り組んでいる時に感じる幸福感を指します。人はフロー状態に入ると、仕事や活動の想像力やクオリティが上がり、人生の充足感が飛躍的に高まります。フローとは、人間にとって大切な幸福の一つなのです。フロー研究の第一人者である筑前富杯博士は、フロー状態を起こす課題設定とは、自分の今の能力より少し高いスキルが要求され、かつ背伸びをすれば届くような簡単すぎず、難しすぎない難易度の課題に挑戦することが重要だと言っています。自分の能力に対して取り組み内容が簡単すぎると退屈を覚え、逆に課題が難しすぎる場合、能力不足から強い不安や無気力を覚えてしまうので、課題のチャレンジレベルの設定はとても重要です。それでは最後、3つ目の幸福であるユーダイモニアについてお話しいたします。ユーダイモニアとは、ギリシャ語で幸福を意味し、自分の生まれてきた目的を知り、それを実践する持続的な幸福を表します。皆さんの中には、自分の生まれてきた目的はどうやったら見つけられるのですかという疑問が湧いた方もいらっしゃるかもしれません。ユーダイモニアを見出すには様々なアプローチが存在しますが、一番簡単な方法はご自身の好きなこと、得意なこと、社会の役に立つこと、この3つの縁が重なる活動や仕事に取り組んでみることです。人間は割と自分の好きなことは認識しやすいのですが、得意なこととなると意外と気づきにくいものだったりします。というのも、自分が得意なことは簡単にできてしまうため、他の人の能力と意識して比べることがないからです。そんな時は、家族や友達、同僚などに、ねえ、私の得意なことは何だと思う？と自分のことについて聞いてみましょう。例えば、あなたは最新の情報に詳しいよね。と言われたら、特定分野の情報収集力に長けているとも言えますし、あなたは人の気持ちに寄り添ってしっかり話を聞いてくれるよね。と言われたら、つまりあなたには共感力や傾聴力などが高く、人とのコミュニケーションが得意であると言えるのです。相手のフィードバックから、自分では意識していなかった自分の意外な得意分野に気づくことができるかもしれません。自分の中で、これはユーダイモニアかもしれない。と思う対象が見つかったらおめでとうございます。まずは2週間実践してみましょう。ユーダイモニアを実践する中で、自分は本当にワクワクしているか？ということを常に自分に問いながら意識して生活してみてください。朝目覚めた時、早くそれに取り掛かりたくてたまらないようなワクワク感とともに目覚めることがあるかもしれませんし、逆にワクワクしてないなぁと感じたのであれば、何か別な対象を探して新たに挑戦すれば良いのです。以上がヘドニアフロー、ユーダイモニア、3つの幸福の学術的分類の説明です。最後に今日のまとめをおさらいしてみましょう。幸福はヘドニア、フロー、ユーダイモニアの3つに分類されます。
ヘドニアとは、肉体を持って味わえる喜びや幸福で、主にお金で得られる一時的な幸せです。フローとは、何かに夢中になっている時に感じる呆我状態の幸福を表します。ユーダイモニアとは、自分の生まれてきた目的を知り、実践する持続的な幸福です。ヘドニアの幸せを感じるには、日々五感をしっかり意識して味わいながら生きること。フローを高めるには、今の自分のスキルや能力より少しだけ高い目標や課題を設定し、主体的に取り組むこと。ユーダイモニアを感じるには、好き、得意、社会の役に立つことで自分がワクワクすることを見つけ、実践することです。次回はこれらの幸福を味わう生きがいについてお話しいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。